されども、今回はグランメゾン東京に出てくるアシュパルマンティエ、これを僕なりに再現していきます。そうです、知ってる人は知ってるあれです。平子翔平が作るやつですよね。当時グランメゾン東京がドラマでやってた時はまだ僕が YouTube 始めてなくてですね、再現するタイミングがなかなかなかったんですけど、映画の公開が近いこともあり、ようやく来たって感じです。ちなみに映画の公開日12月30日です。ちょっと前から Netflix でもドラマがまた見れるようになってるんで、まだ見てない方ぜひ見てみてください。僕はもう100回ぐらい見ましたね。それぐらい自信を持っておすすめできます。料理人の方はもちろん、料理やってない方もね、何かこう響くものがあると思いますんで。今回のこの料理は再現するためのレシピとかが公開されてるかどうかとかすらね、ちゃんと調べないまま突っ走ってるんで、割とオリジナル入ると思うんですけど、でもかなりいいクオリティになると思うんで、ぜひ最後まで見てってください。というわけで、まず牛テールから仕込んでいきます。赤ワインはがっつり煮詰めるんで、これ時間かかりますから、煮詰めながら横でフライパンで焼いていきます。この牛テールは、周りの油を外す描写があったと思うんですけど、あの余分な油はちょっと臭みありますし、そのまま煮込むと食べた時に食感とかも悪くなるんで取り除きました。目に見える範囲でいいんで、なるべくしっかり取り除きます。そしたら高温でこれ両面焼いていく流れですね。小麦粉とかつけてもいいんですけど、今回は僕はつけないままダイレクトで焼きました。焼き終わった牛テールは煮込む用の鍋に引き上げて、そのフライパンそのまま活かしていきましょう。これも冒頭で切ってた香味野菜、玉ねぎ、人参、あとニンニクです。これもちょうど焦げ色がつくぐらい炒めたら、同じく煮込む用の鍋に入れます。フライパンのこの水は何でしょうね、牛肉の香りや野菜の香りっていうのが移ってるんで、少し水でデグラセしました。そうこうしてるうちに赤ワインがこれだけとろみがつくぐらい煮詰まってくるんで、こんな感じが状態としてはすごくいいと思います。ただ焦げやすいんで注意が必要です。さあ次はフォンドボー、どんどんいきましょう。なんて言ったってお肉が柔らかくなるまで煮込んでいくのに時間がかかりますから、まず沸かすところまでスピーディーにいきます。これドラマをすごく覚えてる人だったら思い出すかもしれないんですけど、尾花夏樹がラ・フランスをね処理してるシーンがあったんですよ、このアシュパルマンティエ作る時ね。なのでおそらく煮込む時に入れて甘み出したのではなかろうかと思って今回加えてます。さあここまで来たら一旦5時間ぐらい煮込んでいくんで、次の日に持ち越しです。翌日ですね、5時間ほど煮込んで液体も程よく残った状態です。弱火で煮込んだんで焦げることはないですから、その心配は無用といったところでしょう。液体から裏ごしです。まずはきめの粗いざるでこした後に、より細かい方のざるも構えておいて、この不純物というかざらつく部分が液体に通らないようにします。表面には油が結構浮いてますから、ペーパーなどを使ってこれを取り除きます。こういったちょっとした作業がですね、最終的な仕上がりに割と影響してくるんで、丁寧にやる必要があります。ソースはまだちょっと濃度が足りないんで煮詰めます。なんで煮詰めるかっていうと、しっかり味を濃縮させて、このほぐしたお肉ですね、これを後で煮絡めます。しっかり柔らかく煮込んでおくと、割とこの中央の骨からスッと肉が外れますから、力は必要ないです。煮詰まってきたらほぐした肉を加えて、しっかり味が乗るまで煮絡めます。ソースがだいぶ煮詰まって液体が減ってきたらですね、一旦味見ます。よし、これでお肉の味は決まりました。あれですね、ドラマを見てない人にはちょっと説明が必要だと思うんですけど、アッシーパルマンティエの料理っていうのは
まずは芋のペースト、あとは牛テールで、栗、そしてきのこ、この4つをメインにします。使うきのこは今回は旬のセップ茸です。イタリア料理とかだとポルチーニという名前でパスタとかで使うことが多いです。高級きのこですね。日本の松茸のような存在です。フランス、ヨーロッパで非常に秋口とかですかね、重宝されます。セップ茸はなるべく水で洗わないで、表面の汚れだったりちょっと乾燥して硬い部分というのを包丁でさっきみたいな感じで削り落とします。で、ゴロッとしたカットにしました。で、これもセップ茸用の味付けでエシャロットを刻んでおきます。できる限り細かくですね。ニンニクも同様にセップ茸と同じぐらいの大きさに細かくみじん切りしておきます。アシパルマンティについても少し補足させていただくと、18世紀後半にフランスにジャガイモを食物として普及させることに貢献した栄養学者のアントワーヌ・オーギュストン・パルマンティエさんにちなむと言われています。基本的なレシピとしては牛のミートソースとマッシュポテトを重ねてチーズを振って焼くのが主流で、フランスだと非常にポピュラーな料理です。じゃがいもは茹で上がったら熱いうちに皮から外して裏ごしするんですが、これもドラマの作中でシェフの尾花夏樹が皮ごと裏ごししてたんですよね。なので一応そこはなるべく本編に沿って皮ごと裏ごししました。ちょっと皮入っちゃったんですけどね。まあでも許容範囲だったんでそのままパワープレイでいった感じです。次はバター用意してきます。これで、じゃがいもと牛乳とバターで滑らかなマッシュポテトを作っていく流れです。今回のレシピでは、だいたいじゃがいもの3分の1量ぐらいのバターを加えました。料理自体の仕上げがグラタンのような感じで焼いていくんで、バターがあまりたくさん入りすぎると油脂が浮いてきてしまいますから、3分の1量ぐらいにしたんですけど、より滑らかにするにはじゃがいもの半分ぐらいのバターを使うケースもあります。まあでもそれはパルマンティエではなくて違う料理とかですね。横ではセップ茸もカリッと香ばしく炒めていきます。セップ茸はもう個人的にはやりすぎなんじゃないかっていうぐらい香ばしく焼くのがおすすめです。それぐらいになってくると独特の香りがしっかりと際立ってきて本当に美味しくなると思うんですよ。セップ茸はいくらでも食べれますね。魅力的なキノコですよね。ニンニクとエシャロットも混ぜてしっかりと合わさったら、一旦ここでキノコの味も見ておきます。大前提としてそれぞれのパーツがしっかりと味が乗っていて美味しい状態にすることですね。次は栗が参戦するんで、このような感じでいろんな食材入ってくると味がぼやけやすくなりますから、一つ一つの味のクオリティっていうのがポイントになってくるってわけです。ちなみに作中ではクルトンも使ってたんで、クルトンも用意するんですけど、これいるかなと思ってだいぶ半信半疑で用意してました。ただこれ後で分かったんですけど、ものすごく良かったです。これね、ものすごく良かった。クルトン作るときはなるべくたっぷりのオイルと、あとはバター、それで温度が低いところから中火ぐらいでゆっくりとこのパンの中に油を染み込ませていきます。そうすることでカリッと香ばしく、時間が経ってもサクサクした状態のクルトンになります。あまり温度が高いとすぐ焦げてしまいますから、そこには十分注意が必要です。フライパンには程よくバターの香りが残ってるんで、このまま栗も炒めていきます。少し塩をしましょう。ただ甘いだけというよりもちゃんとした塩味も感じるようにしておきます。中火で栗の表面がカリッとするくらいまで炒めたら、ここで一旦引き上げます。パーツがそれぞれ出揃ったんで、耐熱用の容器の中に敷き詰めていく流れですね。アイテムの順番もなるべく原作に沿った感じにしてます。じゃがいもと次にグリエールチーズ振ってたように見えたんですよね。そしてこの
しっかりと煮込んだ牛テール。これだけでもう絵的に美味しいですね。そしたら少し散らすようなイメージでセップだけ。そしたら先ほどソテーしておいた栗も同じように散らしていきます。この後食べる時に大活躍するクルトン。いやこれはね、もう思い出すだけで美味しいんですよ。あとはもう一回グリュイエールチーズ。もうだいぶ高さが出てきたんですけど、これらを蓋をするようなイメージでマッシュポテトちょっと綺麗にならしておきます。でまた出てきちゃいますグリュイエールチーズです。これで最後に焼き色がつくんで、ケチらないでがっつりと振りましょう。だいぶ長丁場で顔に疲れが見えてます。耳にエアポッツしてるんで多分音楽を聴いてたんでしょうね。というわけで焼き上がったのがこちら。言うことない焼き色つきましたね。色合いでパセリ振って、あとはもうドレス性というものが特にないのでこのままいきます。これはとんでもないうまさだわ。とんでもないことです。おー、頑張った頑張ったからより美味しい。いやパルマンティエってね、フランス料理をやってたんで散々食べてきたけど、普通にめちゃくちゃうまい。これはうまい。栗の甘さとこのセップだけ香りっすよね。口に広がる風味と、あと牛テール、赤ワインのこのねパンチ、それと芋がね全体をこううまくまとめてくれてるんでね、これがうまいんすよ本当に。平子翔平すげえわこれ。すごいの平子翔平だよねこれ。それぞれが全部もうめちゃめちゃ美味しいもんね、この中に詰まってるパーツ。このクルトンのアクセントいいな。クルトンいるかって思ったんですけど、これいやすいません、私浅はかでした。これクルトンすげえいい。もっと入れればよかったクルトン。人を動かす力あるよこれ。人を動かす力。あ、そうだ、ナッツオイル入れるの忘れた。というわけでグランメゾン東京のアシュパルマンティエでした。ぜひ興味湧いた方、まだドラマ見てなかったら見てみてください。すでにドラマを見てる方、映画楽しみですね。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。